物価高騰と騒がれて久しいわけですが、この問題が我ら時計愛好家にとっていかに切実かということがどうも世間的にあまり認知されていないように思うわけです。そこで今回は社会派 VTuber として真面目に物価高騰について切り込んでいこうと思います。まず最初にこの動画をご覧の皆様に高級時計と呼ばれるものがここ数年でどのくらい高騰したのかをご紹介したいと思います。どの時計を紹介するのがいいか悩みましたけど、このチャンネルでトップクラスに再生されているこの動画に出てくるおすすめの5本の時計が発表当初からどれだけ高騰しているのかお示ししたいと思います。余談ですが、今から紹介する5本どれもガチでおすすめの時計なので、元動画の方も見て楽しんでもらえると嬉しいです。じゃあ順番に紹介したいと思いますが、まずはこの時計、グランドセイコーの通称白樺ですね。日本が誇るグランドセイコーの傑作、しかも今後語り継がれるであろう傑作なわけですが、この時計が発表されたのが今から2年前の2021年でした。その時の定価は税抜きで95万円、税込みで104万5千円ですね。そこから2年でどうなったのかというと、2023年10月現在の定価は税抜き105万円、税込み115万5千円ということで、税込み価格で11万円、率にして約 11% 上昇していますね。はい、実はこれまだ序の口なんですね。このモデルは比較的最近発売されたモデルな上に日本製なのでそこまで高騰していないんです。では残りの4本はどうなっているのか見ていきましょう。2本目はこれ、 IWC のポルトギーゼオートマティック40いきましょうか。 IWC はスイスの老舗ブランド、そのフラグシップモデルのポルトギーゼ、端正な顔つきで実にかっこいいですね。この時計が発表されたのが今から3年前の2020年でした。発表当時の定価は税抜きで72万5千円、税込みで79万7500円でした。それから3年でどうなったのかというと、2023年10月現在の定価は税抜き89万円、税込みで97万9千円、税込み価格で約18万円、率にして約 23% 上昇しています。先ほどの白樺の倍くらい値上がりしていますね。これもなかなかですが、実はもっとすごいのがあります。3本目に紹介するのはロレックスのエクスプローラー1です。ロレックスは説明不要の時計ブランドですが、その中でもシンプルで使いやすいエクスプローラー1をこのチャンネルではおすすめしております。で、この時計は2021年に現行のものにモデルチェンジしていまして、その当時の定価は税抜きで61万5千円、税込み67万6500円でした。それから2年、2023年10月現在の定価は税抜き86万1000円、税込み94万7100円、税込み価格で約27万円、率にして 40% 上昇しています。いや、えぐいから 40% ってとんでもないことになってますやんけ。皆さんご理解いただけましたか？時計業界の現在を。そしてここまで紹介した時計はここ 2,3 年に出たものなんですが、残り2本はもう少し前に発表されたもので、これもまあすごいことになっています。続いて4本目はカルティエのサントス・ドゥ・カルティエです。ザ・ハイブランドのカルティエの代表モデルサントス。サントスは私も持っておりまして、特に推していきたい時計ですね。それでこちらは2018年、今から5年前に発表されたモデルなんですが、当時の定価は税抜きで67万2500円、税込みで72万6300円だったんですね。それが2023年10月現在の定価は税抜きで93万6000円、税込みで102万9600円、税込み価格で約30万円、約 40% 上昇しています。これだけすごいと、そろそろ皆さん気がめいってきたのではないでしょうか。まだ1本残っていますからね。最後を飾る5本目なんですが、ジャガールクルトのレベルソトリビュートスモールセコンドです。ジャガールクルトはスイスの名門ブランドで、レベルソはそのフラグシップモデルですね。ちなみに私はこのモデルとは違いますが、レベルソを持っておりまして、こちらも激推し中の時計です。で、この時計も2018年、今から5年前に発表されたモデルです。当時の価格は税抜き90万円、税込みで97万2000円だったんですが、2023年10月現在の定価は税抜きで140万円、税込みで154万円なんですね。税込み価格で約57万円、率にして約 58% 上昇しています。いや、えぐいって、高騰しすぎて気絶しそうです。
とはいえこれどれくらいえぐいかという話を次にしたいと思うんですが、例えば私たちの身近なもの、パンとかの小麦製品ですね。小麦粉ってだいたい 85% が輸入に頼っているそうなので、めっちゃ値上がりしてそうなイメージがありますよね。で、これは農水省のデータなんですけど、令和5年9月の食品の価格動向調査の結果なんですが、令和2年、今から3年前の価格を100とした時のグラフなんですけど、パンとか麺とかは3年間で10から 20% 上昇していますね。一番高騰している小麦粉はこの5年間で 30% くらいでしょうか。いや、小麦粉の高騰もえぐいことになってますけど、時計なんてそれ以上なんだわ。というわけで、時計の値上がりがどんだけえげつないか、そして我々時計愛好家がどれだけ厳しい立場に立たされているかっていうのを認識していただけたかと思います。しかしですね、なんでこんなに時計の値段って上がっているのでしょうかって話をしていきたいと思いますが、よく言われているのはこの3つですかね。まずは円安です。高級時計って主にスイスから輸入されているので、スイスとの比較になるんですが、今はだいたい1スイスフランが163円くらいなんですけど、5年前だと116円くらいなんですね。で、なんでこんな状態になっているかというと、金利差だと言われています。世界的にはアメリカを中心としてなんですが、インフレを抑制するために利上げをしているんですね。一方で、日本は引き続き長期金利を 0% 程度に抑える金融緩和を続けています。金利がつく通貨の方が儲かるので、円を売ってドルとかを買う動きになってしまって、その結果、円安が進行してしまっているということですね。そして2つ目の理由としては原料高です。例えば時計によく使われている原料の金の価格でいうと、今の小売価格って 1g 1万円くらいしますけど、5年前だとだいたい4500円くらいだったんですね。これについてはいろいろ理由があるみたいなんですけど、例えばさっき触れた円安の影響も当然ありますし、あとは地政学リスクが高まっているので、安定した資産である金の需要が高まっているだとか、インフレが懸念されているので金を持っておこうという需要が高まっているとか、そういったことがあって高騰しているようですね。そして最後は人件費の高騰です。OECD によると、2018年のスイスの平均賃金が5年前が69,892ドルで、2022年が72,993ドルなんですね。だいたい 4% くらい上がってますね。ちなみに日本の場合は2018年は41,172ドルで、2022年が41,509ドル。だいたい 0.8% ぐらい上がってるんですね。えぐいって。少しそれますが、時計の価格が上がるのはしょうがないにしても、それに給料の上昇が伴っていないっていうのがなんとも辛いところですね。と、こんな感じなんですけど、もっと端的に表している指標がありまして、イギリスのエコノミスト誌が発表しているビッグマック指数なんですけど、これは世界のどの地域であってもビッグマックってほぼ同じ製品じゃないですか。で、ビッグマックの価格って原材料費とか光熱費とか人件費とか為替とかいろいろな要因があって地域によって違います。それでこの指数はビッグマックの価格によってその地域の購買力を見ていけるんじゃないかっていう指標なんですね。ここで単純に比較するのは本来の使い方とは少し違いますが、あくまで参考ということで見ていきますと、2018年のビッグマック、日本だと380円でスイスだと749円だったんですね。じゃあ2023年はどうなってるかっていうと、日本は450円でスイスは1098円なんですって。そもそも価格が2倍くらい違うんですけど、この5年間で日本は約 18% の価格上昇に対してスイスは約 47% も上がっているんですね。いや、えぐいって。というわけで高級時計の高騰について喋ってきましたけれども、ここまでが前振りみたいな感じで、一つ恐ろしいことを言いますとですね、高級時計ってほぼ値下げしないんだわ。過去に急激な円高になった時なんかには値下げがあったらしいんですが、基本的にはないと思った方がいいと思います。じゃあ結局この動画で何が言いたいかというと、高級時計って今が最安値ですから、みんな迷ってないで時計を買おうってこと。チャンネル登録よろしくね。